夜中にいきなりさっていう絵が描きたくなることってあるよね。絶対あるよね。今回はそんなムラムラしてる人たちのためにややこしくない水の描き方やっていこうと思います。まあ落ち着け。今回の作戦はまずややこしくない水滴1個から始めて、水滴同士がつながったりして、で動きのある水滴っていうのをまず描き、そして最後に流れる水ビュルルルのやつをねやっていこうと思いますよ。エッチですね。まずは水滴、丸を描いて、ちっちゃい丸と大きい丸を後ろに描いて、全部塗りつぶしてもいいし、ちょっとだけわざと白く残して残りをこういうペンで暗くしてくなんていうエッチなことをしてももちろんいいよ。水滴を2つつなげる場合はまあ落ち着いて1個バンって描き、右上をわざと開けておき、こうやってシュー、ほんでハイライトをどんどん大きい丸も描いといて、あと同じように塗りつぶすよ。綺麗な丸である必要はなくって、なんならこういう楕円形な感じでわざとファッファッみたいなくらいな気楽な感じで描いてあげてももちろん OK。 ついでだからイクラの親子にしておきましょうね。ビクトリー。さて次は動きのある水滴ですね。これはそんなに難しくないんですよ。さっき言ったみたいにわざとわっていう楕円形の水滴を描くんですね。それで空いてるところにシュッってつなげてあげると。でハイライトも一緒についでに縦長にしてあげて、これができたらあとはこうちっちゃい仲間を流れに沿ってこういう方向にシュ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 って増やしてあげると、なんかこうなんか水の流れみたいなぽいなーみたいな感じにどんどんなっていくわけですね。なので手の動きの練習としてはシュ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 みたいな、この4手ぐらいで楕円を閉じるみたいな、こういう動きをちょっと練習してみると何かつかめるかもしれません。もし雲を描くのは得意だよっていう人がいるんであれば、その雲を描く時のこの上のふわいうのをそのまま流用してあげて、シュッシュッシュっていう風にやってあげると似たような感じで描けると思います。わー、興味ないね。ここまで水滴と動きのある水滴の話でした。こっからはいよいよビルルルルルルの時間なんでね、覚悟してください。覚悟の準備をしてください。いきますよ。流れる水には決まった形がない。だから書くのも難しい、ややこしいと思うかもしれないけれど、それを解決する2つのアイデアを発明しました。見てください。こちら。それが硬さと速さなんですね。線の使い方で物の硬さっていうのは表現できるんですね。雲の場合はこうやってふわ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 っていう風に使ってあげると、そのふわふわしたものが描ける、こうふわふわしてるんだなっていう印象になるわけですね。でこれは不思議なんだけど、さっき雲を描くときにふわふわふわって外側にふわふわしてたものをこれ内側に向けると急にこうバシッバシッバシッってすごいこう硬いものに見えるんだよね。これ不思議なんだよね。外側に向かってたふわふわを内側に向けるだけで急になんかこう強いバリバリっとしたものになるわけですね。だから線ってちょっと不思議なんだけど、こういうね、このくらいのからくりがあるわけですね。この針吹き出しみたいなツンツンっていうのは、例えば岩みたいにパシッパシッパシッみたいなものを描いて見ると、こう見事にこうなんか岩っぽいしっかりしてるみたいなものが描けるようになるわけですね。面白いでしょ。結構便利なんですね、この考え方はね。そんでもって水の話をします。水がなんで難しいかっていうと、この角がないからなんですね。雲は内側にツンツンしてるし、こっちの岩とか硬いものは外側にツンツンしてる。だけど水ってね、あんまりこうツンツンしてないんですよね。だから角を作らないでファーってこうってずっと角を作らないままなんか線閉じたっていう書き方をすると、これが急になんかネバネバした水みたいに見える。こういうことなんですね。こういうことでなんか水のややこしさ難しさっていうのがあったわけなんですね。だから訓練としてはツンツンしない、ツンツンを禁止したままちょっとってこう角を作らないでこううまいこと線を閉じるっていう、一周する、ぐるっとするっていう訓練をちょっとやってみるといいと思います。そこまでが硬さの説明でした。次に速さ
さの説明します。これが一番楽しいと思う。ちょっと聞いて。例えばこういう何のスピードもない雲、その場でとどまってる黙々の雲があるとして、この人ここにこう風をピューって吹かしたらこうってなってこっちの方に引っ張られるよ。簡単に言えば横長になるんだよね。力が働いたらその力の方向にこうギューンって引っ張られてなんか横長になるよ、細長くなるよっていうこういう話なんですね。で、この速さっていうのをさっきのこの角のないネバネバの物体に速さを与えるとどうなるかっていうと、ここでビュルルルルルルルってなるっていう、直線のバっていうところと遅いところ、波が砕けて元のネバネバっていうこういう成分が出てくるとこ、この2つを合わせてビルルルルルだったっていうのが今回のお話のサビですはい、一番声を大にして言いたかったことです。ちなみに彼の名前はビルルルくんです。よろしくお願いしますね。覚えて帰ってください。そんな感じでどこまで冗談か分かんない話に付き合ってもらって恐縮なんだけど、要するにやり方は簡単で、直線のパっていうところを作って最後にバーンって砕けるっていう、この2つのたったこの2つだけなんですね。ここの砕けるところをもうちょっとこうネバネバしても構わないし、それこそ針吹き出しみたいにバンバンバンってすごい硬い感じの印象にしても構わない。水だから硬かったり柔らかかったりって結構バリエーションがあると思うんだよね。その時の自分の出したい演出効果に合わせてこの線の硬さを変えるっていうのができるとすごく絵描きとしてね充実すると思いますね。ここまでの考え方が分かってくれたら、あとは波も描けるんです。波、このファーっていうこんな感じの流れ書いた後にオラ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 っていう風にこういう風に書いてあげて、しぶきをちょっ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 ていう風に書いてあげたら、もうそれは波になってるんですね。じゃあこの波のある景色をどうやって一つの画面にまとめるんやとか、例えば水の流れ越しに人の顔が歪むあれをどう描くんやとか、あるいは単純に水面のキラキラとか感じどうするんすかとか、ちょっと細かい話ってどんどんできるんだけど、もう全部今回やっちゃうとちょっと長くなりすぎちゃうんで、次回以降にしようと思いますそんな感じです。今回は水の描き方から始まったんだけど、ここから波の描き方、海の描き方、そして船の描き方、船のある海の構図の描き方みたいにどんどんスケールアップしていけたら面白いし、みんなもこうモチベーションにつながるかなと思うんで、よかったらチャンネル登録とか、高評価のやつをしてくれるといいなって思います。この紙に書いたこと一応全部そのまんまピクシブにアップロードしておくので、ゆっくり振り返りたいよっていう人はピクシブの方も覗いてくれたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。下ネタじゃないですよ、ほんと。下ネタじゃないんで気をつけてください。ほんとでしょでしょ。いや、ごめん、説得力ないか。ごめん。